はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日のテーマはこれだ。はい、今日はですね、こちらのコーヒースケールをご紹介したいと思います。ハリオさんから新しく出たコーヒースケールになります。その名もハリオコーヒースケールポラリスというね、そういったコーヒースケールになります。ブラックとホワイト2カラーで最初出ております。いや、このスケールがですね、またね、いいところをツーンってついて出してきたなっていうね、そんなスケールになってまして、もうこれハマる方はドンピシャでハマるっていうね、そういったシンプル系のね、コーヒースケールになっております。今日はね、こちらをご紹介しながら美味しいコーヒーを入れて飲んでみたいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。はい、では早速見ていきたいと思うんですけども、とりあえずね、もうかいつまんでいいところを最初にね、言ってっちゃいます。今回のね、コンセプトとしては、複雑な機能を削ぎ落として、もうシンプルな設計を目指したということなんですね。でもとにかくこれがすごいと僕は思ったのは、ブリューレシオですね。抽出比率に特化したコーヒースケールと言ってもね、もう過言ではないと思います。コーヒーをこうセットした時にですね、ブリューレシオ、1対15とか1対20とか、その豆に対して注油量がどのぐらいなのかっていうね、こうあらかじめ設定することによって、どれだけの注油量をしたらいいですよっていうのをね、自動計算してくれるんですよ。後で見せますけど、それがね、すごいと思いましたよね。オートモードでね、こう注油を始めると思うんですけど、ドリップを開始したら注油量に対して何%抽出が進んでますよっていうのをパーセンテージで表示してくれるディスプレイがあります。これすごい分かりやすいんですよね。目標の注油量に対して今 20% ですよ 40% ですよっていうのをね表示してくれるので、視覚的にものすごく分かりやすいっていうのがあります。あとはね、操作性のもうピッピッっていう音あるじゃないですか。それが物理ボタンですね。この裏にあるこの物理ボタンで切り替えが可能と。これもねすごくシンプルでいいですよね。こういったねオートモードがついているスケールって、こう抽出が終わった時にサーバーとかドリッパーをピッて外すと自動的に止まるっていう機能が結構メインだと思うんですけども、今回のこのポラリスに関してはこうサーバーとかをグッと上げても止まらないんですね。タイマーモードっていうボタンをピッて押すと初めて止まるといった、そんな機能になってます。これは何でかって言いますと、抽出の時にですね、ドリッパーをこうやって上げてこうやって揺らすとか、そういった抽出方法をする方いると思うんですけど、そういった方ってやっぱりオートモードってすごく使いづらいっていうね、ものになってきちゃうんですよ。なのであえてそのボタンを押してストップするっていう方にこうシフトしたと。これはこれでやっぱりよく考えられてるなと思います。あとね、動力なんですけど、今のね主流といえばUSB でねこう C タイプで充電するものが結構ほとんどだと思うんですけど、このねポラリスはあえて乾電池を採用したということなんですね。どういうことかと言いますと、電池で使えるならば、いざこうイベントとかでドリップをしている時に電源が切れそうになった時に、充電式だとそこから充電を始めてしばらく経たなきゃ充電されないということになるじゃないですか。電池式の場合は電池を交換すればまたすぐ動くということになるんですよ。どっちがいいっていうわけじゃないんですけど、この電池を変えただけでまたすぐ復活して動かすことができるというのは、ある意味そういう使い方がいいという人はそっちの方がいいと思うんですよね。こうバーッと出てるねコーヒースケールの中でも、なんか特徴的かなと思うんですよ。なのでバッチリ合う人は合うと思うんですよね。というようなね、かいつまんでってだいぶ話しちゃいましたけども、特徴を挙げるとそんな感じの利点というかいい点があります。これからねそれを実際にドリップしつつやっていこうと思うので、ぜひね見てってください。あとね、名前の由来、最後ねこれはねぜひね、言っておきたいなと思います。ポラリス、いわゆるねこう北極星という意味なんですよね。これは思いとしてこの広大なコーヒーのね世界の道しるべとして、このコーヒースケールを使っていただきたいということで、そういった思いがあってポラリスと名付けたと言っておりました。なんかねそういったのもいいですよね。なんかこう思いがすごくこもってると思います。はい、ではね、早速このポラリスを使って、いろいろねちょっと試しながら、機能説明を実際にやりながら美味しいコーヒーをね入れていきたいと思います。このね黒と白
並べてみました。で早速なんですけど、電池でこういうふうに取れます。はい、単3の電池3つですね。で動くといった感じですね。ではね、表示の違いなんですけど、ちょっと電源入れてみましょうか。電源はこのオンとオフのこのボタンですね。押します。はい、こんな感じですね。表示としてはやっぱりこう見てわかる通り、黒の方がなんとなくね見やすいかなと思います。でもね、白っていうのもインテリアとしてねすごくあったりとか、そういった利点もあるかとは思うんですよね。これはお好みでどっちか選べばいいかなと思います。では今日は黒の方を使用していきます。はい、で先ほどねピッてなりましたけど、この裏にですね、はい、こんな感じでね、もう物理ボタンでこのピッと鳴るか鳴らないかを決められると。ミュートって書いてますけどね、これもまたいいと思うんですよね。ちょっとミュートにしてみましょうか。はい、鳴らなくなりましたね。はい、で私はなんかこう鳴る方がねやりやすいので、僕はねオンにしときます。このポラリスモードですね、これがいわゆるオートモードみたいな感じですね。で面白いのがね、この例えば46メソッド、有名なメソッドありますけど、そういった時にねこの 20% ずつ注げば OK みたいなね、こういった分かりやすいね表示がありますね。いわゆるね46メソッドですよね。これね書いてありまして、こうやってレシピが書いてあります。すごくね視覚的に見やすいですね。モードの変更やってみましょう。タイムモードって書いてありますけど、これをね押します。はい、そうすると表示が今増えましたね。こことここにはレシオですね、ブルーレシオの比率、抽出比率が書いてありますと。でこっちに中容量のね、こういったねディスプレイがありますけども、これがいわゆるポラリスモードになったよ。もう一回切り替えてみると、ここの表示が消えるんですけど、これがいわゆるクラシックモードというもので、通常のスケールでね使うタイプになりますね。今日はこのポラリスモードでやっていきたいと思います。はい、今ぴったりですね 20g を入れました。でこの時点でこのプラスマイナスのボタンを押してみます。今ね1対7になってますよね。ほらこうプラスを押していくとどんどん数値が上がってきます。これがいわゆる抽出比率、ブルーレシオですね。今回はでは1対15のところにしてみましょうか。そうするとここに300って出ましたよね。いわゆる抽油量が 300ml を入れてくださいといった感じになってます。途中でこう落としきりではなくてね、上げるっていう時はまたちょっと調整が必要にはなるとは思うんですけども、自分でね調整すればいいと思います。今回はね落としきりでやってみましょうか。抽出を開始していきたいと思います。深入りなので83度にしたいと思います。で途中でね是非見てもらいたいのが、この間にですねパーセンテージというのが出るんですよ。で今回この説明書に書いてある通り 20%、20%、20%、20% の5等でいきたいと思います。ではやっていきます。
今ね 100% いった時にピピってなりましたけど、それもね合図として鳴ってくれますね。はい、こんな感じでね抽出が終わりました。ドリッパーを外した時には止まらなかったですよね。でこのタイムモードのボタンを押して初めてこうやって止まりました。感覚的に分かりやすかったですよね。この真ん中のパーセンテージ、通常のねスケールだとどうしても自分でここを計算しながらね、今どのぐらいかなってやっていくんですけど、ちょっと気が散ってしまう時があるんですよね。なのでこう注ぎがねちょっとブレる場合があるんですよ。その点このパーセンテージで表示してくれることによって視覚的にねすごく見やすいので、ドリップにねこう集中できるんですよね。この中油にこうドンピシャにはまる方は本当はまるスケールなんじゃないかなと思います。はい、皆さんお疲れ様でございました。早速ね入りましたのでいただきます。美味しい。実に安定したドリップができたなと自分でも思います。やっぱねまさしくポラリス北極星を目指して航海をした。今私はこのコーヒーの海をこのポラリスを使って航海をいたしましたみたいな感じでしょうか。いやねこのパーセンテージをね表示するっていうのは本当新しい発想だと思います。例えばね今普通のドリップでやりましたけども、このレシオがねしっかり出るので、例えば今なんかねアイスコーヒー入れる時に少しね濃い抽出にしたいという時なんかは、例えば1対 7.5 とかそういったねことをやると分かりやすくねこう道しるべになってくれるといった使い方もできるかと思いますですね。なんでそのうちねアイスコーヒーの方も入れてみようかなと思いました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。